そうま、来たよ。おう、新たか。わざわざありがとな。なあ、例のイベントの練習はどうだ？順調か？後ろにいるのって。誰だと思う？ああ、どうも。急に押しかけちゃってすみません。俺たちは。おお、もしかしてビビットバットスクワットか？なんだ、すぐ当てちゃってつまんないな。わかるに決まってんだろ。お前最近どれだけビビットバットスクワットのこと喋ってると思ってんだよ。東雲くんと青柳くんだろ。話はこいつから聞いてるよ。俺は宮田相馬、こいつの親友だ。実はついさっき病院の前で2人に会ってさ、せっかくだからってお願いして来てもらったんだよね。2人ともケンさんたちとよく話してるみたいだから、いろいろ話聞けるんじゃないかな。そうなのか？ああ、でもイベント近いみたいだし、2人とも忙しいんじゃ。大丈夫ですか？ああ、悪い。事故のせいで体がうまく動かなくってさ、ベッドに座っててもちょっとふらつくんだよな。そうか。そうだったな。元気そうだから一瞬忘れかけたが、この人の体は。もし何か手伝いが必要でしたら言ってください。なあなあ、新た、もしかして青柳くんめっちゃいいやつ？うん、すごく礼儀正しくていい子だよ。東雲くんみたいにたまに睨んでくることもないしね。おい。それはどうせ新たがからかったりしてんだろ。ごめんな東雲くん、こいつ昔っからこういう性格でさ。あ、いいえ。相馬さんは悪くないですし。それに実際アキトは睨む時がありますし。おい。やっぱり新たの言ってた通り2人とも面白いな。あ、そういえばよくケンさんの店に行ってるんだよな。最近のケンさんたちの話を聞いてもいいか？はい、もちろんです。最近はタイガさんがよく店に寄るようなので話し込んでることが多いですね。そうか、ケンさんとタイガさんがまた揃って一緒にいるのか。俺も生きてえ。相馬さんはケンさんの店に行ったことはあるんですか？いや、俺は店ができる前に事故に遭ったから結局まだ行けてないんだ。でもこっちに転院してきたことだし、また会いに行きたいな。ケンさんたちとラッドウィーケンドの話もしたいし。今でも思い出せるな。ナギさんの歌から始まって火がついたみたいに盛り上がって、本当にすげえイベントだったよな。そうか。この人は本当にラッドウィーケンドに憧れて超えようと思ったんだな。うわあ、楽しかった。今日はありがとな東雲くん、青柳くん。こちらこそありがとうございました。これくらいでよければまたいつでも話しに来ます。よっしゃ、じゃあ約束な。絶対来てくれよ。それじゃ俺たちはもう行くね。じゃあね、相馬。またな。新たの言ってた通り気持ちのいいやつらだな。さて、俺は俺のやるべきことをやらなくちゃな。2人ともありがとね。相馬のやつかなりはしゃいでたから大変だったでしょ。いえ、俺も相馬さんから昔のビビットストリートの話を聞けて面白かったです。ずいぶん明るい人なんだな。
ああ、昔っからああでね。事故に遭った時はさすがに落ち込んでたけど、今はすっかりあの感じだよ。よいしょと。ここはアキトのポケットの中かな。おお、なんだか洞窟みたいで楽しいな。もう遊びに来たんじゃないんだよ。カイトが本番も近いし、みんなを応援したいって言うから。でも今日は2人のおかげでいつもの何倍も楽しそうだったよ。ありがとう。それじゃあ次の練習でね。おい、お前まだなんか言ってねえことあるんじゃねえか。え？妙に浮かねえ顔してるだろ。何か言いたいことあんなら言えよ。同じイベントやる仲間だろ。じゃあ一つ聞こうかな。街を見るってどういうことだと思う？え？前タイガさんに負けた時に言われたんだ。ラッドウィーケンドを超える気ならこの街を見ろってさ。街ですか？どういうことだ？やっぱりわかんないよね。タイガさんに言われてから何か足りてないものがあるなら手に入れたいって思っていろいろ見て回ってたんだけど、結局その意味がわからなくてずっと立ち止まってたんだ。それで随分行き詰まっちゃって。もしかしたら同じ気持ちで頑張ってる君たちとイベントに出れば何かヒントが見つかるんじゃないかって思ったんだよね。そうだったんですか。あいつを見てるとさ、早く見せてやりたいって思うんだ。俺たちの夢、ラッドウィーケンドを超えるところをさ。だから街を見るっていうことについてもし思い当たることが浮かんだら教えてほしい。今俺が前に進むために必要なものなんだ。悪いが、俺も街を見るってことが何なのかはわからねえ。でももし何か分かったら教える。どうやら街を見るってことはお前だけじゃなく俺たちのためにも必要なもんみたいだからな。俺も考えてみます。それがどんな意味なのか。ありがとう。助かるよ。それじゃあイベント頑張ろう。あの空気に少しでも近づけるように。おう。いろいろと話すことができてよかったな。遠野さんについて少し理解が深まった気がする。ああ、そうだな。相棒のことも歌のことも聞けてよかった。うんうん、僕の話が聞けてよかったよ。俺も。おっ、二人ともいつからいたんだ？二人が遠野って人と話してた時からだよ。ポケットの中にいたから気づかれてないと思う。なら大丈夫か。今少し聞いただけだけど、あの遠野くんって人は二人に似てるね。どういう意味ですか？ああ、雰囲気とかは全然違うんだけどさ。相棒のことが大好きで、しかもラッドウィーケンドを超えたいって思ってるところとか、とっても似てるよなって。アキトくんもさっき、仲間だろって言ってたしね。同じ思いを持つ仲間ならきっと一緒にいいイベントを作れるよね。そうだな。何考えてるかわかんねえって思ってたが、なんてことね。あいつも俺たちと同じ気持ちの仲間ってことだな。どうや、
明日の練習集合時間早めるぞ。あいつらならきっと乗ってくるはずだ。お前はアンと小羽に連絡してくれ。ああ、わかった。あの空気の片鱗だけでもつかめるように頑張ろう。おう。すげえ迫力。この前合わせた時よりまたすごくなってやがる。この前は本調子じゃなさそうだったしな。何かあったのか？みんなごめんね。実は俺の相棒が最近この近くの病院に転院したんだ。それでいろいろ手伝いをしていて、練習とは切り離していたつもりだったんだけど、きっと集中できていなかったと思う。本当に迷惑かけてごめん。相棒って、昔一緒にラッドウィーケンド越えを目指してたっていう。遠野は前から一人で歌っていたわけではないのか？うん。最初は二人で目指してたんだけど、事故があってね。今はそいつ、ステージに立つのが難しいんだ。だからあいつの分も、っていうわけじゃないけど、二人の夢を叶えるために、絶対にラッドウィーケンドを超えるつもりだよ。二人分の覚悟を背負っているのか。道理で遠野の歌に気迫を感じるわけだ。岡崎さんはどういったきっかけで歌を始めたんすか？俺は尊敬する先輩が歌っていたからだ。昔俺たちが通ってた高校は結構荒れてたんだが、その先輩は周りに笑われても自分の夢はプロのシンガーだと胸を張って歌っていた。その姿に憧れて歌を始めたんだ。先輩がそうだったんですか？孝太郎は何がきっかけだったの？昔弟が生まれた時にかっこいい兄ちゃんになりたいって思って、その時にアキトみたいにラッドウィーケンドを見たのがきっかけだったな。三田さん、弟さんがいるんですね。のん、まだちっちゃくてな、めちゃくちゃ可愛いんだぞ。へえ、いいなあ。じゃあ今度のイベントはかっこいいお兄ちゃんとして頑張らなくちゃだね。確かにな。小さいからまだイベントには来れねえけど、弟が見てると思って頑張らなきゃな。まだあの空気には近づけてない。でも少しずつ俺たちの間の空気は変わってきた気がする。いや、俺たち自身が変わってるのか。こいつらともっといい歌を歌いたい、そういう気持ちが湧いてきてるみたいだ。よし、場も温まったことだし、今日も頭からやろうか、東雲くん。おう。みんな、そろそろアキトたちのイベントの時間だよ。急いで急いで。あんちゃんに頼んで他の日が見かねない場所にスマホを置いてもらってるから、いっぱい見れるよ。わかったわかった。それじゃあみんな揃ったみたいだし、よーし、行こうか。おー、お客さんかなり集まってるね。アキトくんたち大人気だ。
みんなあっちの方集まってる。あんなところで何してるんだろう。何か話してるみたいだけど、